限定なんだけど、もう多分この動画が出る頃にはお仕事の都合でエクステつけてロングになってると思うんだけど、地毛です今。本当にこの間久しぶりに外したらこんなに伸びてて超嬉しかったけど、なんか仕事でもしボブにしろっていう仕事が来たら多分ボブにする。今日のアイシャドウが 2AN の新作のアイシャドウパレットを使っていきたいと思います。今回のカラーがミュートカラー。わかる？このカラーがめっちゃ可愛いの。薄いピンク。アイホール全体にのせていきます。2AN のアイシャドウパレットは個人的にめちゃくちゃ好きで、コンパクトだし、あとは捨て色がないんですね。シャドウの発色もめちゃくちゃいい。今薄ピンクをアイホールにのせました。ブラウンのカラー、これを取って今日はね、しかも特にむくんでるからさ、目がさ開きが悪いじゃん。だからしっかり二重幅にブラウンを入れてあげること。あと濃すぎない、こういう濃すぎないブラウンのカラーが超好きで、モカ系の色のブラウンを入れると本当に目がね大きく見えます。今のせました。次はこの濃ゆいシャドウとこの目頭ちょこっととここの目尻にのせてあげると自然にこう二重がはっきりするよね。こんな感じで可愛いんだけど、このアイシャドウ個人的にはこのちょっとピンクがかってるやつと濃ゆいブラウンが一緒になってるのが嬉しくて、またこの濃ゆい一番濃ゆい部分だけを取ってビフォーアフやばくない？すごい描きやすい。涙袋の影を描きました。全然目の大きさが違う気がする。ピンクのラメと白のラメがあるんですけど、マットのピンクとこのホワイトを混ぜて、可愛いんだけど、このラメがめちゃくちゃ細かいからのせてもギラつかない感じ。自然にちょっとツヤっと見せてくれるから、これさ個人的にデートメイクとかにめちゃくちゃいい気がするんだけど、可愛くない？だってなんかいつもより自然なアイメイクになってる気がする。こことこのブラウンをこんな感じで今ここと平行に引いてあげる。かわいい。もうこのアイシャドウ無敵じゃん。この一番濃ゆいブラウン、アイライン描くの苦手な子は一回シャドウでこういう濃ゆいシャドウで描いてみるのもいいかも。もうこのパレットは優秀なので眉毛も描いていこうと思います。このシャドウとちょっと濃ゆいシャドウを混ぜてあげて、私眉毛アートをしてるので本当に描き足すぐらい。濃ゆい色を目尻じゃない眉尻にのせて、こっちの色でどんどんグラデーションにしていく感じ。最近はこう眉毛脱色したり眉毛を自分の髪よりも結構薄くすることが垢抜ける今のメイクの結構流行りなのかなと思ってて、2AN のアイシャドウが優秀すぎて顔の上半分のメイクが終わりました。ほぼ
なんか私のフォロワーさんは結構同世代の子とかちょっと下の子が多くて、今絶賛新社会人の子が多い気がしてて、 DM を見てる感じね。今が多分めちゃくちゃストレス溜まってると思うんだよ。新しい環境、また新しい人間関係で、友達とも予定が合わずとかで、あとは一人暮らしを始めた子とか。私も上京して一人暮らしした時めちゃくちゃ病んだというか寂しくて、でもなんか大切な友達だからこそ頼れないとか思っちゃってたのね。助けてっていうのを言えなくて、で家族は私福岡におるけんさ、まあ遠いやんか。やけんそれもなかなかちょっと親に心配かけたくないしとかで平気なふりとかをしてたんだけど、大切な友達だからこそ助けてって言ってもいいんだっていうのに本当に気づいて、そこからはすごく心が楽になったのね。大切な友達はやっぱ助けてって言ってもらえるのって嬉しいと思うんだよ。私もなんか頼られたら嬉しいって思う人だから、なんか素直にしんどかったりしたら、まあ私でもいいんだけど、マジで力になれるか分かんないよ私が。でも私の動画でさ、少なくともさ、すーちゃんの言葉に救われましたっていう人がいるわけよ。本を出版させていただいた時にも思うんだけど、自分の言葉とか自分の発言がいい意味でも悪い意味でもいろんな方向に影響がいく時代じゃん。だけどいい意味で救われましたとか、すずちゃんのその考え方が好きですとか、私もそう思いましたとかって言われるのがめちゃくちゃ嬉しくて、私はなんかそういう SNS の使い方をしていきたいなって思うから、まずみんなと一緒に乗り越えていくチャンネルにしたいなってガチで思います。今思い返すといい思い出だなって思うのは、正直私がキャパオーバーしちゃった時になんか本当に眠れなくてしんどい時があって、そういう時に私が SNS を始めることになったきっかけのひなこさんが本当にずっともう9年10年の中なんですけど、そういう時に初めてひなこに助けてって言えたの。本当にね、あの子も優しくて、私が眠れなくて朝7時8時とかに急に電話かけてね、あ、これやばいと思って自分でも。てかこうなったことが初めてで、どうしたらいいか分かんなくて自分でも。でもとにかく今人と会わなきゃいけない。でも誰と会ったらいいんだってなった時に連絡先を見て、ひなこに会いたいって思って、その時に SOS を初めて出したの。そしたらね、めっちゃ朝なのにね、寝起きの声でね、すぐ状況を理解してくれて、もういいからうち来てって言われて行かせていただいて、なんか2人で泣きながらめっちゃ語ったっていう思い出。下まつげもしっかりめに塗って束感を出していく。そしたらチークも 2AN のチークを使っていきます。 2AN のチークは多分見たことある子たくさんあると思うし、持ってる子も多いと思うんだけど、マジで有名じゃん。私もこのチーク本当に大好きで、まず薄めのカラーをベースに塗って、濃いカラーをトップの部分にのせていきます。今回は割とちょっと血色感強め、多幸感あるメイクにしたいので、絶対今日盛りたい日とか今日デートの日とかめっちゃおすすめのメイクかも。ちょっと高い位置にこうやってのせていく。見て今さ、このベースだけでもめっちゃ可愛くない？ちょっと鼻先とこの高い部分につなげるように。このベースのカラーが若干コーラルピンクみたいなカラーですごい可愛い。肌なじみがいいし、毛穴を消してくれるチークで、このチークを頬の高い位置にのせていく。ここに
でグラデーション、さっきのせたチークとグラデーションになるようにしていく。チークもさ、こうグラデーションになんかさ合うカラーで2色作られてるのめっちゃよくない？し、楽。本当に毛穴消えた。可愛くない？どう？多幸感って感じで可愛い。このカラーおすすめです。これこのチークになれるので、結構なんか今年の SS メイク、今年の春夏メイクで結構大活躍しそうなチークかなと思います。メイク完成しました。じゃーん。可愛くないですか？ちょっと前髪変なんだけど。メイク完成したので、ちょっと髪の毛を急いでやっていきたいと思います。マジで美味しいです。お兄ちゃんめっちゃ美味しい。ちょっと時間がなさすぎてバッタバタで準備したんですけど、こんな感じで準備終わりました。髪の毛は結構一巻きにして、どうですか今日のメイク？ポイントはアイメイクとチークなんですけど、なんかいつもよりは結構ナチュラルな多幸感あふれる感じのメイクになったかなと思います。いつも結構ね強めのメイクをしがちなんだけど、こういうなんか感じもありかなと思いました。今日使ったジャン 2N の新作のアイパレットとチーク、これ本当に色味がすっごい可愛いし、今日のメイクですごく大活躍してくれたので、今日のメイクが可愛いなとか、あとはデート行く時どうしようとか、今日絶対盛りたいとか思ってる子いたら、よかったらチェックしてみてください。本当に可愛かった。私もたくさん使います。